今朝はルクソールの熱気球乗り場へやってまいりました。早朝の5時過ぎです。昨日は観光でたくさん歩いたので、今日はちょっと楽をして空からの観光となります。すでにいくつもの熱気球がかなり膨らんでいますね。膨らんでいく様子を見るのも楽しいものです。最初は大型扇風機で風を送り込んでいます。このボーッという音は扇風機の音です。ある程度膨らむとバーナーに火をつけてまた膨らませます。火がつくととても綺麗ですね。先ほど横たわっていたバルーンです。すでに立ち上がっていますね。もうすでにいくつかのバルーンは上空に上がっています。ではこれから私たちも乗ってみたいと思います。レッツゴー。今少しずつ上昇しています。ではこの熱気球について少し尋ねてみることにしましょう。まず熱気球の歴史を教えてもらえますか？はい、わかりました。人類史上初の有人飛行が成功したのは1783年フランスでのことです。フランスのモングルフィエ兄弟は暖炉の熱気に煽られた洗濯物を見て、火を燃やした時に出る煙に空を飛ぶ魔力があると考えたようです。そしてこの煙を集めれば人間も空を飛べると考えて熱気球を作ったと言われています。はじめは動物を乗せて実験し、ついに有人飛行を成功させました。日本では江戸時代中期の出来事で、ライト兄弟による飛行機が登場する120年前のことだったということです。そうでしたか。興味深いですね。ではこの熱気球、どうやって操縦するのですか？はい、ヘリウムガスを使って火を焚き、温められた空気によって上昇します。操縦できるのは上昇と降下のコントロールだけです。乗るとすぐ分かりますが、バーナーを焚いたからといってすぐに上昇するわけではありません。バルーンはとても大きくて、中の温度が上昇するには時間がかかるからです。降下したいと思ってもすぐに高度が下がるわけではありません。バルーンの中の温度が下がるのを待つ必要があります。この時間差を上手に計算してバーナーを焚いたり止めたり、バルーンの温度を調整する必要があります。この水平に飛ぶということは熱気球操縦の基本となっています。我々が乗っているこのバスケットは4つに区切られていて、1つのスペースに5人ほど乗ります。計20人ほど乗車できることになります。中央近くの位置だとかなり暑く感じますが、やけどはしませんのでご心配なく。わかりました。では自由に方向を変えることはできますか？いいえ、それはできません。風の流れる方向に風の速さで飛行するだけです。ただし上空にはいろいろな風が吹いています。この風の違いを使い分け、熱気球を上下させることによって行きたい方向の風に乗ることができます。自然をよく観察することと経験が求められます。なんかすごく奥深いですね。そうこうしているうちにだいぶ上昇してきましたよ。ナイル川沿いの緑が見えますか？周辺の荒野と大きな対象をなしていますね。ナイル川周辺は灌漑を施し農地となっていますので、このように緑となっています。しかし道の反対側は灌漑がされておらず、ほとんど緑がありません。エジプトがいかにナイル川に頼っているかがよくわかる風景ですよね。ハトシェプスト総裁殿が見えてきました。皆さん見つけられますか？山へ向かう道路の途中に駐車場があり、その先の山のふもとに総裁殿はありますね。その奥の方に王家の谷があります。他のバルーンは
遥か下の方に見えますね。では引き続き次の質問に行きたいと思います。飛び立った元の場所には戻ることはできますか？戻れる場合もありますが、確率はだいたい 30% です。それ以外の場合は周辺の畑に着陸します。でも地上スタッフがすぐにやってきて降りるのを手伝いますので安心してください。もし元の場所に戻れたらどうぞ大拍手をお願いします。わかりました。では最後の質問ですが、安全性についてはどうでしょうか？使われているヘリウムガス、爆発の危険がないので安心してください。万が一一つのバーナーが壊れても無事に飛行できるように、熱気球には2つ以上のバーナーがついています。またバーナー近くのバルーンには耐熱性が高い素材が使われています。また搭乗する前に全員の体重を申告してもらっています。この重量を参考にして上昇・降下のタイミングを測っています。それで体重を申告するときはぜひサバを呼ばないようにお願いします。バスケットから降りるときはパイロットの指示によく従ってください。いっぺんに多くの人が降りると急に軽くなってバルーンが上昇したりバランスが崩れてしまいます。ありがとうございました。随分と降りてきました。ルクソールに来られた方はぜひ熱気球に乗ってみてください。今日は無事に着陸できるでしょうかね。お、なんだか畑へ落ちそうです。一生懸命バーナーを焚いて上昇しようとしていますが、降下が早いのは誰かが体重を軽く申告したのでしょうか。おー、バーナーの音がすごいです。畑に落ちます。今トウモロコシをなぎ倒しています。なんとか空き地に無事着陸できました。おお、いっぺんまた着陸したのにまた持ち上がります。着陸ちょっとスリルがありました。まあトウモロコシのど真ん中に落ちなくてよかったです。バルーンを少しだけ温めてバスケットを移動させています。なんとか道路の上まで移動することができるでしょうか。すごい音です。みんなエジプト人の男の人たちも乗っかったりして一生懸命重量を調整しています。道路に無事着陸できました。はい、みんなでパイロットに拍手をしています。上の方をご覧ください。バルーンが少しずつしぼんでいく様子を見ることができます。暖かい空気が塊になっている様子をよく見ることができました。暖かい空気ってこんなに力があるんですね。無事降りることができました。以上、ルクソールから熱気球観光のご案内でした。最後まで見ていただきありがとうございました。番組登録よろしくお願いします。ブログも応援してください。